皆さんこんにちは、五戸美希です。今日のテーマはナレーションです。ナレーションがちょっとうまく聞こえる、それっぽく聞こえる、そういうテクニックをご紹介したいと思います。で、その前にまずナレーションとはというところからお話ししますと、辞書で引くとこういうふうに出てきます。まずその1として物語ること、叙述、話術。ナレーションってこういう意味もあるんですね。で、その2としてラジオ番組の話の部分、映画、テレビ、演劇などで場面の進行に応じて解説を加える場面外の声、語りというのも出てきますね。で、今このカッコ2の方ですね、映像に入る場面外の声、語り、これをナレーションというのが一般的ですね。で、ナレーションのアクセントなんですけれども、ナレーションの元の言葉は英語のナレーションですから、日本語のアクセントもナレーションが本来のアクセントなんですけれども、ナレーションと、いわゆる平板化した読みの方が一般的で、ずっとナレーションって言ってるとちょっとそれの方が気になってしまうかもしれないので、今日はナレーションという言い方でご紹介します。で、ナレーションはテレビであればそうですね、ナレーターさん、声優さん、アナウンサー、あとは俳優さん、こういったプロの方がナレーションをすることがほとんどですけれども、メディアというのはね、今テレビだけではないですから、YouTube だったら YouTuber の方ご自身がナレーションをするっていうことも結構ありますね。あとは会社で何かプロモーション映像を作った、そういう時に社員がナレーションを入れる、そういうこともありますね。で、それはそれでね、いいと思うんですよ。プロにお願いするのも、結構予算もかかりますし、そのプロモーションの、その会社のプロモーションの映像ということだったら、その社員の人がね、一番その中身知っていることになると思うので、変更があったみたいな時にも臨機応変に対応できると思いますし、ご自身で社員でナレーションするっていう試みはすごくいいなと思います。で、やってみたら全然うまくいかない。もう本当に自分の声を聞くのが嫌だっていうそういうご相談をよくいただきますね。もうやってみた自分のナレーションを聞いたら、声は変だし、滑舌は悪いし、癖が強いし、もう何言ってるか分かんないみたいなそういう自分のナレーションを聞いて落ち込んじゃったみたいな相談をいただくんですけれども、これ気持ちはよくわかりますね。私そのラジオ局の出身なので、声だけで表現するっていうのが基本なのに、番組のナレーションとか CM のナレーションとかも全然うまくいかなかったですね。最初の方は本当にもうちょっと納得いくかなって思えるようになるまで 4,5 年はかかりましたね。で、そのアナウンサー 4,5 年の時は、今に比べればもう全然下手ですから、本当にナレーションをプロ級にしていくっていうのは一朝一夕にはいかないですね。何年も鍛錬を積む必要がある。ですけれども、プロになるんじゃなくて、この映像、今この3分間のナレーションをつける、これがちょっと上手くなればいいっていうことであれば、ちょっと気をつけるだけでそれっぽく聞かせるっていうことはできると思いますので、今日はそんなコツをご紹介していきます。スピーチトレーニング。では今回原稿をご用意しました。こちらです。こちらは私が適当に作ったそんなに意味のない原稿なんですけれども、一回読みますね。今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介します。不要なアプリを削除、つまりアンインストールすることで、スマートフォンの容量に余裕を持たせることができます。それでは早速アンインストールの方法をご紹介していきます。こんな感じですね。そんなにね、意味のない適当な原稿なんですけれども、この原稿をちょっとうまく聞こえるように読んでいく。それにはですね、いろいろポイントね、本当いっぱいあるんですけれども、今日3つに絞ってお伝えします。私はですね、3つの上がりすぎ問題が解消されると、ぐっとうまく聞こえると思うんですね。では、3つの上がりすぎ問題見ていきましょう。3つの上がりすぎ問題、その1、音程上がりすぎ問題。これはありますね。原稿を読むってなると、声がぐって高くなってしまう方すごく多いですね。
初めて原稿読みにチャレンジする、ナレーションにチャレンジするという方はもう8割、9割以上の方がそうと言っていいかなと思います。私の生徒さんの場合だとそうですね。で、声が高くなるっていうのは、いわゆるアニメ声になってしまうとか、裏声が混ざってしまうとか、そういうパターンですね。先ほどの原稿、今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介します。これグッて高くなると、今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介します。こうなってしまったりだとか、裏声が混ざるっていうのだと、今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介します。こんな感じになってしまったりだとか、あとはそうですね、女性の方だと歌のお姉さんみたいな感じになってしまうパターンもありますね。今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介します。こんな感じですかね。ちょっと幼くなってしまってね、伝えたいことが伝わらないかなっていうところで、ちょっと損をしてるナレーションですね。で、気持ちはよくわかるんですよ。私自身も本当すごい声を高くして読んでいまして、日本放送時代をね、ご存知の方は今すごい低い声になったなって思われてると思うんですけれども、私地声というか、普段喋っている声は低いのに、ナレーションってなると、日本放送からのお知らせですって喋ってたんですよね。今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介しますってやってたんですよ、私自身が。で、ほんとよく噛みましたし。苦しかったですね、やっぱ声を出すのがね。はい。声は高くしない方がもう断然喋りやすくなります。噛みづらくなりますし、聞きいている方の皆さんも自然体に聞こえるので、ちょっとうまく聞こえるんですね。なので、さあ原稿を読むぞっていう時にグッてスイッチを入れないで、普段喋っている声と同じ高さで読む。これが大事ですね。で、どうしても今回はスマートフォンでっていきなり喋り出すとグッて高くなってしまうので、普段喋っている声からつなげていくっていうのがおすすめです。普段喋っている声、こうかな、そうですね、そうですね、このぐらいかな、そうですね。今回はスマートフォンで、そうですね。アプリケーションを、そうですね。アンインストールする方法、そうですね。ご紹介します。こんな感じで練習をして、そうですね。今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介します。こんな感じで練習してみてください。スピーチトレーニング。それでは3つの上がりすぎ問題その2です。女子上がりすぎ問題。これも最初のナレーションは皆さんが陥るところかなと思います。まず助詞とはというところなんですけれども、助詞っていうのは品詞の一つですね。それ自体には意味がなくて、次の語との関係を示す言葉、例えばてにおはですね。で、てにおはの他にももとか、あとはへどこどこへのへですね。あとは何々とのとですね。こういった言葉が入ります。で、助詞が上がってしまうでどういうことかって言いますと、先ほどの原稿ですね。今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介します。これ助詞が上がると、今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介します。不要なアプリを削除、つまりアンインストールすることでスマートフォンの容量に余裕を持たせることができます。それでは早速アンインストールの方法をご紹介していきます。こんな感じに、なってしまう方多いんですよね。で、このなんとかでなんとかでっていう風にすると、素人っぽく聞こえてしまいますね。なんでかっていうと、本来の喋りは助詞は下がるんですね。日本語の助詞は。普通に喋っているとこうやって助詞は下がるんですけれども、なぜか読もうとするとこういう風に助詞が上がって変な節がついてしまうっていう、こうするといかにも読んでますっていう、ちょっと素人っぽく聞こえてしまうということですね。このね、なぜか読もうとすると助詞が上がるっていうのは、小学校、中学校の音読とかでほとんどみんなそうだった気がするので、仕方がないのかなと思うところもあるんですけれども、みんなは先生が言っていることを分かっています。こんな感じでね、助詞が上がるっていうのは、小学生とかだとよくあるというか、みんなそうだったりしますね。はい。このね、助詞が上がると、やっぱりとても素人っぽく聞こえてしまうので、助詞を下げて読みましょう。
先ほどの原稿、今回はスマートフォンでじゃなくて、今回はスマートフォンで、アプリケーションをじゃなくて、アプリケーションを、アンインストールする方法をじゃなくて、方法をご紹介しますと。じゃあ後半ですね。それでは早速じゃなくて、それでは早速。アンインストールの方法をじゃなくて、アンインストールの方法をご紹介していきますと。こういう風になるといいですね。スピーチトレーニング。では3つの上がりすぎ問題その3、最後ですね。語尾上がりすぎ問題。はい、これもですね、最初のナレーションではよくやってしまうことですね。語尾ですとかますでしたましたこういったところが上がってしまうと、音程が高くなってしまうと素人っぽく聞こえてしまうんですね。先ほどの原稿語尾のところをご紹介します。持たせることができます。こういう風になればいいんですけれども、これが上がってしまうとアンインストールする方法をご紹介します。余裕を持たせることができます。それでは早速アンインストールの方法をご紹介していきます。こんな感じになっちゃうとね、そこが強調されてしまうんですよね。語尾って文章の中で大事な言葉なわけではないので、語尾は上がるのではなくて基本的には下がります。で、こういうふうに重要じゃないところが上がってしまうことで何言ってるかわからないということが、起きてしまうんですね。なので、日本語の基本の抑揚っていうのは上から下、高いところから低いところです。ご紹介しますじゃなくてご紹介します。持たせることができますじゃなくて持たせることができます。ご紹介していきますじゃなくてご紹介していきます。こういうふうに上から下、上から下っていうふうに練習していくといいですね。ではまとめです。声を高くしない、そして助詞を上げない、語尾も上げない、ここに注目をして聞いてみてください。今回はスマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介します。不要なアプリを削除、つまりアンインストールすることでスマートフォンの容量に余裕を持たせることができます。それでは早速アンインストールの方法をご紹介していきます。はい、いかがでしたでしょうか。ナレーションをやらなきゃいけないってなった時、まず最初の一歩としてですね、この3つの上がりすぎ問題解消されると素人っぽさがだいぶなくなっていくと思いますので、ぜひやってみてください。で、ナレーションって本当奥が深いので、今日ご紹介した3つだけじゃなくてもっと気をつけること、プロを目指すのであればもっともっと知っていた方がいいことってたくさんあるので、またそれは追ってご紹介していきたいなと思います。あと今日はですね、ナレーションをテーマにお伝えしたので、このまま読むということをやりましたけれども、このまま読まない方がいいケースもたくさんありますね。YouTuber の方が自分でナレーションつけるというのであれば、この文章は、はい、今回はですね、スマートフォンでアプリケーションをアンインストールする方法をご紹介していきますね。アンインストールっていうのは、アプリを削除することですね。不要なアプリを削除する、つまりアンインストールするということですけれども、このアンインストールすることでスマートフォンの容量に余裕が出る、スマートフォンの容量に空きが出るっていう、そういうことができます。では早速ですね、アンインストールの方法をご紹介していきます。こんな感じでフリートーク風にするという方法もあるので、これはまた別途ご紹介していきたいと思います。スピーチトレーニング。はい、五戸美希のスピーチトレーニング、メルマガやっています。メルマガ限定のラジオも配信していますので、ぜひご登録ください。メルマガ無料です。それからオンライン教材、動画の教材ですね。こちら販売しています。人前で話すのが怖くなくなる話し方講座と題しまして、本編90分で私が人前で話すときにまず最初に知っておきたかったなっていう思うようなことをギュギュギュッと90分に詰めていますので、ぜひチェックしてください。マンツーマンレッスン、オンラインサロンもやっています。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。